球の国全部行く。イタリアといえば古代都市ローマ、花の都フィレンツェ、水の都ベネチアなど歴史ある都市が魅力的です。きらびやかな教会、ルネッサンス絵画、ワインにチーズ、パスタやピザ、肉や魚介料理も最高です。私は転勤で4年間イタリア北部ミラノに住んでいた時、出張や旅行でイタリア中を巡りました。その結果、私がイタリアで最もお勧めしたいのは海です。イタリアは島国ではありませんが、日本とほぼ同じ面積で周りを地中海に囲まれています。イタリア南部は白砂のビーチが多く、まるで沖縄のような美しい海、ビーチがたくさんあります。今回は私が10年かけてイタリアの海を巡った中で、あまり知られてないけど一度は行ってほしいイタリアのつま先、カラブリアのビーチを紹介します。カラブリア州の州都レッチョカラブリアからレンタカーで北に 100km、車で1時間半のところにある小さな町トロペアです。イタリアの車はほとんどがマニュアル車、オートマ車はあまりないので、車を借りる際には注意が必要です。2019年7月27日放送の世界不思議発見にて、イタリアにある神々の海岸、南イタリア神々の海岸として紹介されました。トロペアの特徴は白い砂浜の美しいビーチと、背後にある40メートルの垂直の崖、そして岸壁の上に立つ美しい教会です。崖の上に街がありますね。日本ではまず見ることができない景色に圧倒されました。まずはビーチから見ていきましょう。細かな白砂、透明度抜群の海水、夏の強い日差しが重なり、非常に綺麗、輝いて見えますね。地中海は波があまりなく穏やかなので、まるでプールのようなビーチです。マスクをつけてシュノーケリングをすると、たくさんの魚がいました。売店ではサルシッチャとオニオンのパニーノを売っていてうまい。一泳ぎしたら気になる崖の周りを歩いてみました。日本だと黒っぽい岩が多いですが、イタリアではこのような白い岩が多いです。この岩が削れて白砂のビーチになったのでしょう。イタリアの子供たちは崖の上から飛び込んで楽しんでいました。岩の一部は小さな洞窟のようになっていますね。さて夕方、階段を登って岩窟の上に立つ教会、サンタマリア・デッリゾラ聖女記念堂に行ってみました。岩を削って建てた小さな教会です。内部は白を基調としたシンプルな作りで、柱や壁は岩を削って作られていますね。内部から外を見ると、眼下には海が広がり最高です。神父たちは波の音を聞きながら祈り、瞑想をしていたのでしょうか。そしてワインを飲みながら日々過ごす。悪くないですね。崖の上にあるトロペアの繁華街にやってきました。エルコレ広場を中心に大聖堂、レストランや土産物屋などがあります。古びた建物と石畳の道がいい雰囲気ですね。40メートルの崖の上から海を見てみましょう。これはすごい絶景ですね。いつまでも見ていられます。こちらは11世紀に建てられた大聖堂、カテドラーレです。トロペアの岩から作ったのでしょう。歴史を感じますね。白い石で作られたシンプルな内装。奥の祭壇には15世紀に作られたキリストの黒い卓形像があります。小さな町にこのような素晴らしい大聖堂があるというのは、イタリアの凄さを感じます。この日の夕食のレストランを探しながら歩いていると、路地裏にいい感じのレストランを発見。奥のアパートのベランダには洗濯物が干されていて、外に並べられた机と椅子、そして古い三輪の軽トラがいい雰囲気。映画に出てきそうです。中に入ってチェナ、夕食の予約をしました。魚介専門のリストランテです。まだ時間があるので散歩をしていると、土産物屋ではトロペア名物のチポッラ、赤い玉ねぎを売っていました。そしてカラブリア州の名物、赤唐辛子、ペペロンチーノもたくさん。イタリア料理はあまり辛いものはないのですが、ここカラブリアでは辛いペペロンチーノを使った料理が名物です。さて、夕飯の時間になりました。お待ちかねの夕食です。まずはカラブリア州のリブランディの白ワイン。夏の暑い日には冷えた白ワインが最高です。南イタリアの田舎町なので物価が安く、ワインはボトルで10ユーロ程度、料理は4ユーロからと
ととても安いです。ブルスケッタはお通し、地元の前菜盛り合わせ10ユーロには赤い玉ねぎのオムレツも含まれていて、これが最高でした。赤い玉ねぎのスープもうまい。そしてシーフードスパゲッティは10ユーロでムール貝、アサリ、テナガエビなどたくさんの具材に出汁が効いていて最高の味でした。すぐ近くには先ほど言った大聖堂があり、付属の美術館に入ってみました。美術館内部には宗教画やカトリックの聖具がたくさん展示されていました。中でも15世紀に作られた黄金に輝く杖は精巧な飾りが施されていて圧巻でした。質素な美術館かと思ったら非常に素晴らしい展示物ばかりで驚かされました。トロペアの中心部、夜9時頃の様子、観光客の賑わい、暖色系のライトアップが最高の雰囲気でした。トロペアから南に 90km、シチリア島から目と鼻の先にあるシッラという小さな町にやってきました。住宅街の小さな家の B&B に泊まりました。小さいですが清潔感があり可愛らしい部屋、家族3人で60ユーロぐらいと格安で大満足です。シッラは50メートルぐらいの丘の上の町で、海で泳ぐには丘を降りる必要があります。まずは丘の上からの眺めです。どうですか、この海を見下ろす眺め。トロペアのような断崖絶壁ではないですが、かなりの急勾配の丘です。数キロメートル先に見える陸地はなんとシチリア島です。丘の先端には湖上があります。ここからの景色は最高。50メートルの高さから海の底までくっきりと見えるというのは本当に綺麗な海ですね。湖上の手前には大聖堂があります。内部には美しい絵画が描かれていました。さて、20分ぐらいかけてゆっくりと丘を下ってビーチに向かいました。登りはきつそうだなぁと思いましたが、まずは綺麗な海で泳ぎたい。さあ、シッラのビーチに到着しました。ビーチから見ると岸壁の上に湖上が立ち、カラフルな家並みのコントラストに圧倒されました。日本ではまず見られない光景ですね。海水の透明度が高く、白い底に強い光が反射して水色が輝いています。波がほとんどなく、息子はプールみたいとはしゃいでいました。シュノーケリングをすると透明度の高い海に魚がたくさんいて最高でした。砂浜ではなく白い小石のビーチといった感じです。こちらは私の大好物、シチリア島名物のライスコロッケ、アランチーノがシッラでも売っていたのでランチにいただきました。日本のおにぎり2個分ぐらいのサイズで、中はトマトペーストにひき肉、チーズ、グリーンピースなどが入っていて、1個1ユーロと激安。そしてうまい。これ1個食べれば夕飯まで持ちます。海遊びを堪能して一度ホテルに戻りました。海風が気持ちよく、景色を見ながら登るとあっという間に丘の上に戻ってきました。イタリアのビールといえばこれ、ビッラモレッティです。限定版を売っていたので全種類買いました。海で遊んだ後に冷えたビールは最高でした。レストランに向かうとき、丘の上から海に沈む夕焼けを眺めました。いいですね。丘を下り、海に向かいました。シッラの海辺の通りはレストランや土産物屋があります。ライトアップがいい感じですね。この日のレストランはこちら、イル・カサート。店内は白い岩を基調とした内装で雰囲気抜群ですが、この日の席は海に突き出たテラスにしました。綺麗な海と丘に並ぶ家並みを眺めながらの食事は最高です。南イタリアの田舎町なので、こんなにいい感じのレストランでも値段はお手頃です。日が沈んでさらにいい雰囲気になってきました。まずは生の魚介盛り合わせです。牡蠣、テナガエビ、タコ、マグロなど、カラブリアの白ワイン、リブランディとよく合います。カジキマグロのグリル、ミディアムレアなのが最高でした。そして私の好物の魚介のパスタは出汁が出て最高。メインは魚介のグリル盛り合わせ。こちらはすべて焼いています。エビ、イカ、マグロなど、塩とレモンだけかけていただくとこれまた最高。白ワインが進む。そして最後にドルチェ、パンナコッタ、チーズケーキの木いちご添え、ティラミスです。どれも一つ4ユーロと格安。そしてうまかった。帰りは暖色系の温かみのあるライトアップの街並みを見ながらホテルに戻りました。もっと長く過ごせたら最高ですね。
チッラ・トロペアから北東に 200km ほど行くとチッロマリーナという小さな町があります。ビーチに面した4つ星ホテルに泊まりました。ホテルレジデンス・イル・ガッビアーノ。目の前は綺麗な海、魚もたくさんいて最高でした。ホテルにはプールがあり、息子は大満足。併設されたレストランは今までのレストランほどではないですが、なかなかでした。部屋の窓から海を眺めると、アルベロベッロの世界遺産、トンガリ屋根のトゥルッリがありました。午後3時ぐらいに街を散策するとシエスタといって昼寝の時間のため街にはほとんど誰もいませんでした。岩でできた古い教会があり、中に入るとマリアやキリストの人形のような像がいくつかありました。なんと修復師の方がマリアとキリストの像を修復中でした。写真を見ながら絵の具を組み合わせて以前と同じ状態に修復するそうです。目の前で修復の様子を見ることができて感動でした。さて次の日、カラブリアで毎日飲んでいた白ワイン、リブランディのワイナリー見学をしました。チッロはワインの産地で、リブランディはイタリアでは有名なワイナリーです。樽熟成もしてますね。見学の後はワインを無料で試飲させてもらいました。おすすめのワインを何本か買いましたよ。また、カラブリア州には温泉もあり、イタリアではスパと言います。洞窟の岩から熱気が噴出していました。美容に良いという泥を体中に塗って乾かしてシャワーで洗い落としてから温泉プールに入りました。肌がスベスベになりました。大人6ユーロと激安でびっくり。日本とは一味違う温泉。最高でした。この時は9日間で他にもカラブリアのビーチをいくつか巡り、どこも海が綺麗で最高でした。イタリアの中でもあまり観光客が多くない知名度低めのカラブリア州ですが、一生に一度は訪れてほしいほどの素晴らしいビーチ、料理も最高でした。ローマからの経由便でレッチョカラブリアからレンタカーで巡ると良いと思います。以上、今回はイタリアのつま先カラブリア州の海の魅力、素晴らしさを紹介しました。イタリアには他にも素晴らしいビーチがたくさんあるので別動画で紹介しますね。以上、ご視聴ありがとうございました。